こんにちは。今回は、初心者向けの水面に桜が写っている風景を描いていきたいと思います。写真を使って描きます。なるべく簡単に描くために、描く要素を決めていきます。まず空、桜、柵、ブロック塀、遠くの橋、水面に映っている桜、水面の空、水面の影、それから全体の影、これらの要素以外のものを省いて描いていきます。そうすると、このようなだいぶ簡略化された絵になります。にじみを使ったウェットオンウェットという技法で描いていきます。桜の部分にお水を全体的に引いていきます。水面にも桜が映りますのでお水を引きます。桜の色はオペラとクリムソンレーキを少し混ぜた色を、かなりですね薄くしてお水を引いた箇所に、色をつけていきます。ほとんど、白に近いぐらいの薄さで、桜を塗っていきます。桜の色にセルリアンブルーを混ぜて、少し気持ちいい紫がかった色で桜の影と円形の、桜の影を塗っていきます。少しウルトラマリンを混ぜてさらに、紫がかった、色にしてさらに影を塗っていきます。バントシェンナを混ぜてまたさらに、暗くして少し赤茶のような色ですねにして影をつけていきます。桜の木の枝があると想定してその木の枝の下ですねを影として描いていくといいと思います。ウェットは下にお水を引いていますので色が滲んでいきます。筆にですねあまりお水がたくさん入ると大きく滲みすぎてしまいますので気をつけて塗っていきます。今バーントシェンナとウルトラマリンをだいぶ多く入れてますので暗めの色ができています。これを桜の影として塗っていきます。水面の方にも、影の色を入れていきます。もうここでですね水面の左側が暗くなっていますのでここにこの暗い色を置いていくというイメージです。かなり、薄いですがもう今桜の本体のですね、ピンクの色は塗り終えている状態です。ほとんど紙の白を残して桜を表現したいと思います。影だけつけて影があるところに桜の枝があるという感じです。ここで少し、ちょっと工夫をしてですねピンクだけですと寂しいので黄色とイエローカーを足した少し濁った黄色をランダムに絵の全体に入れます。これはあまり黄色目立つと良くないんですけども
少しですね、絵の中に黄色があると絵がふわっと明るくなりますので、隠し味程度に少し黄色を入れています。ここで筆を、ホルベインの 3100H という平筆に変えて、黄色とオペラとウルトラマリンを足して、赤い茶色を作っていただいて、これで柵ですね。柵を塗っていきます。まだ紙全体が濡れていますので、先ほど使っている筆だと絵の具が滲んでしまうので、あまりお水の入らない筆に変えました。これもここで柵を仕上げると考えないでですね、色をざっと置く程度にしています。ブロック塀の位置もですね、この色で少しつけます。今光が当たっていたので、イエローとイエロー化を混ぜた色で、ブロック塀に色をつけました。バーントシェンナとウルトラマリンで暗い色を作って、木をですね、塗っていきます。バーントシェンナとウルトラマリンのこの混色は、バーントシェンナを多くすると茶色がかったですね、木の色になり、ウルトラマリンを多くすると黒くなります。木の明るい幹の色と影のですね、幹が暗くなる色を表現できますので、これが、混色の割合を混ぜながら2色の感じをですね出しています。バーントシェンナとウルトラマリンを足して、ブロック塀を塗っていきます。で少し、クリムソンも混ぜてですね、ちょっと赤っぽくして、このようにドライブラシでブロック塀の感じを出していきます。この筆の跡を残したり、ドライブラシでこの白っぽいところを残すと、ブロック塀を一つ一つ描かなくてもですね、こうブロックが重なっている感じが出せるので、ざっくりとこんな感じで描いています。最初に遠くにちょっと暗い色を置いたんですけども、なんとなく終わりが分かった方が絵が安定して、描きやすいので、ちょっと暗い色を端の下に置いています。それから水面の中に映る、この暗い影ですねを今塗っています。色は一緒です。下がまだ濡れているので、このように思い切ってですね、色を入れられます。
影を入れながら、ブロック塀の下が白くなっています。それも一緒に表現していきます。今水面の部分で白くなっているところは桜が映っているところですので、最初にピンクをうっすらと置いているところです。潰さないようにですね、影を描く際に潰しすぎないように気をつけてください。また色も一緒なんですけども、バントシェンナとウルトラマリンを足して暗い色を作って、柵の影をですね、今つけています。だいぶ、雑というか、という感じで描いています。光が左から当たりますので、左がですね、柵の一本の左が明るくなるので、そこだけ意識していただければと思います。あとまたこの柵の手すりの部分の下ですね、影をつけます。遠くの端も、この色で、存在を出しています。暗い影の中に少し桜のこの、水面のですね、桜の色をちょっと増やしたいので、今筆にお水だけをつけてリフトアウトでこの暗い色を拭っています。この、お水だけをつけて筆で拭うことをリフトアウトという、名前になります。今使っている筆が完全にナイロンだけの筆、ナイロン毛だけの筆になります。これはすごく弾力もあってですね、リフトアウトがしやすい筆です。では空を塗っていきます。セルリアンブルーとウルトラマリンを少々足して、濃いめの空を塗って桜をですね、表現していきます。空を塗ることで、桜が出せます。昨年桜の絵を描いたんですけども、YouTube で、載せたんですけど、レッスン1の桜を初心者用にかなり簡単な描き方で描いてるんですけど、その中でもですね、桜の色に空の色をぶつけて桜を表現するという描き方をしています。今回もそれと同じ描き方をします。このようにですね、空を塗っていくことで桜のピンクがですね、だんだん見えてくると思います。もう少し空少なくてもよかったかなと思うんですけど、なんか形を表したいなと思ってつい入れすぎてしまいました。
空の中にもこのパレットに残っている暗い色を入れてですね、ちょっと暗い部分を作るとより桜が目立ちます。ここで、空の色が少し濁ったような色がパレットにできましたので、桜の木がないところですね、なんだかわからない空間をこの色で埋めていきます。白く空いてしまったところを何か描かなければいけないわけなんですけど、それをですね、この色で少し青っぽいような、紫っぽいような色で埋めておくと、あまり気にならない隙間の埋め方ができます。余白の埋め方ですねができます。ではこれでだいたい出来上がって、そうですね、8割ぐらいはできましたので、一旦ここで乾かします。乾かした後、今、お水を引いて描いているので全体的にぼやけていますので、はっきりさせたい部分を、もう少し影を入れてはっきりさせていきます。全体に入れる影は、ウルトラマリンとバーントシェンナーを足した暗い色です。たまに紫色っぽい色も、欲しくなるので、その時はクリムソン冷気を少し足しています。今柵の一本描いてるんですけど、これ右が白く残ってるんですが、これ間違いで、この絵は光が左から差しているので明るくなるの左です。ちょっと間違えてしまいました。
ブロック塀を全く説明しないで書いていたので、少しここでここがブロック塀だというのが分かるように少し線を入れています。あまり書きすぎるとここだけが重くなってしまったりするので、ここがちょっと難しいポイントですね。こういうブロック塀とか石垣というものは、絵全体の雰囲気に合わせてどれだけ書き込んでいくかというのを決めていきます。桜の花びらが水面に少し落ちているような雰囲気で、影を今入れています。少しポチポチと、点々をつけると花びらがあるようなイメージになります。ナイロンの筆でリフトアウトをして橋の手前にある桜の枝を表現します。リフトアウトでこのように絵の具を取ってですね、でティッシュで押さえてというのを繰り返していきます。
では最後に水面に映る空の色を入れていきます。画面が全部しっかり乾いているのを確認していただいて、水面の方にですね、綺麗なお水を引きます。空の色は、空に使った色ですね。セレリアンブルーと少々ウルトラマリンを足して、ちょっと濃いめの空の色にしてですね、これを、濡れているところに入れていきます。桜の色を全部潰してしまうともったいないですので、水面に映っている桜の色を残しながらですね、この空の色を入れていきます。少し桜の影を足していきます。桜の色にですね、空の色をちょっと足した色を、少し紫がかった色をですね、桜の枝の下側に入れていきます。これは、画面が濡れていませんので、ポチポチしたところがですね、筆の跡が、残っていきます。これは、わざと残したまま仕上げていきます。これで仕上がりになりますので、全体を見ていただいて少し足りない暗い部分などありましたら、バントシェンナとウルトラマリンを足して暗い色で少し追加していきます。手すりの部分から幹が見えているのを書いてなかったので、ちょっとそれを今足しています。あとは、やはり最後枝ですね、ちょっと足りない部分を枝を少し足して仕上げます。ではこれで完成になります。今回も、最後までご視聴いただきありがとうございました。